皆さんこんにちは、みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい、ということで今日は最初にちょっとお知らせがあります。楽しく読める日本語短編小説という本を Amazon の Kindle で出版しました。この本には10個の短い小説が書かれています。だいたい一つの物語1500文字ぐらいです。そしてすべてに振り仮名を振っています。一応レベル的には N3 程度にしているのですが、N3 レベルには難しい単語や表現が出てくるので、それについては単語リストもつけています。単語の意味は日本語と英語で書いてあります。基本的に読む練習のために作っているのですが、音声を聞きたい人のためにプレゼントとして音声も作りました。そしてそれはこの YouTube にアップロードしています。全部でだいたい1時間程度の音声です。この音声は Amazon で本を購入した人へのプレゼントなので、いつものポッドキャストのように振り仮名や翻訳はついてないんです。もし本として読んでみたいと思った方は Amazon から購入してみてくださいね。はい、ということで今日のテーマに入りたいと思います。早速ですが、皆さんはどんな教科書を使っていますか？学校で勉強している人は教科書が決まっているかもしれませんが、独学の人はどうですか？今は YouTube などインターネットを通じて勉強することもできますからね。教科書を使っていない人もいるかもしれませんね。今は本当にいろいろ選べる時代になったからこそ、いろいろ悩みますよね。今回は私が使ったことがある JLPT N5、N4 レベルの教科書の話と AI で自分用にカスタマイズする話をしようと思います。私は昔、みんなの日本語という教科書を使っていました。初級1と初級2でだいたい JLPT の N4 までカバーされています。初級2の方は N3 の文法も少し含まれています。そして今は彩りを使っています。こちらは入門初級1、初級2があります。セファールの A2 レベルがカバーされています。どっちの教科書もすごくいい教科書ですよ。でも私の学生たちはこれから日本で働いて日本で生活します。ですので彼らの目標に合った教科書に変えたんです。彩りは生活の場面を想定して教科書が作られています。ですので場面があってそこで使う単語やフレーズや文法を学んでいきます。例えばスーパーで買い物ができるようになりたかったら、その場面で使う会話や単語、それから文法を学びます。この教科書を使ってから学生たちの会話力がぐーんと伸びました。でも文法はちょっと弱い感じがしますね。JLPT を受ける予定がある場合は、別で文法の勉強もした方がいいかもしれません。実際にうちの学校も文法や読解の部分はみんなの日本語を取り入れたりもしています。
そうそう、みんなの日本語では14課で勉強する手形は、彩りは最初から勉強します。聞いてください、読んでくださいなどは教室の中で使う日本語なので、最初に勉強します。逆にみんなの日本語は簡単な文法から順番に勉強していきます。ですので、すぐに会話をすることができないんです。これがみんなの日本語の最大の弱点かなと思います。でも JLPT の試験を目標にしている人にはいいと思います。ただ、試験はテクニックなので、過去の問題を5年分ぐらい解いて、そこから文法や語彙を勉強していく方が効率的だと私は思っています。どんな文法や単語がよく出てくるのかとか、試験の流れもつかむことができますからね。みんなの日本語は JLPT の対策問題の参考書のように使うのもいいかもしれませんね。前回の単語の覚え方のポッドキャストでもお話ししましたが、必要な単語から覚えていくのと同じように、自分の目標に合った教材を選ぶのが大切です。語学の習得って時間がかかるので、目標から逆算して効率的に学べる方法を考えた方がいいですよね。特に大人になってからは時間も限られていますから。多言語を話している人の本を読んだり、話を聞いたりしていると、やっぱり効率的に勉強されていますね。私個人的には独学で勉強するなら AI にレッスンプランを考えてもらって勉強するのもいいかなって思っています。私は以前 AI に教材を作ってもらう講座に参加したことがあるんです。彩りのような場面ごとに学ぶ教材を作りました。自分用にね。私の場合はお手伝いさんと会話ができるようになるというのを目標にして、どんな会話場面が想定されるか考えてもらいました。そこから必要な会話、単語、文法まで教えてくれました。今やっている日本語のプライベートレッスンも学生の目標と期間を聞いて AI の力を借りながらレッスンプランを作成しました。一度ではうまく出してもらえないし、何度もやり取りが必要なので、慣れるまでは大変でしたが、今は本当私の右腕になってくれています。AI を使ってレッスンプランを作ってみたい人はいますか？もし興味がある人がいたら、ちょっと試しに一緒に作ってみるのも楽しいかもしれませんね。はい。じゃあ終わる前に簡単に今日のまとめをしたいと思います。効率的に学ぶためには自分の目標に合った教材を選びましょう。今回は私が使用したことがある教科書を紹介しましたが、他にも元気や丸ごとという教科書もあります。丸ごとは彩りと同じ国際交流基金から出されている教科書です。まあ一般的な教科書はどうしても一般向けに作られているので、自分の目標に合った教材を作りたい場合は AI で作ってもらうのもいいですね。質問などありましたら遠慮なくコメントくださいね。はい、今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。